皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では BRICS 参加国が増え続ける状況を受け、今後世界の秩序はどうなっていくのか、私たちに降りかかる試練はどうなるのかについて考えてみたいと思います。BRICS 通貨発行は随分前から取り沙汰されていましたが、多くの専門家はトーンの差はあったものの大方はありえないと言っていたと記憶しています。専門家からは新たな貨幣が登場するということの難しさを説明している動画もありましたが、今回 BRICS 経済圏の脱ドル化への宣言とも受け取れる100ブリックス紙幣の発行がなされ、南アフリカ駐在のロシア大使が在アフリカのアラブ首長国連邦の大使に贈呈しました。これはアラブ諸国の BRICS 参入を記念してのことだそうで、正式な紙幣発行ではないと思われますが、歴史的出来事だと思いました。もちろん今後 BRICS 通貨がどうなっていくかは全くの未知数だと思いますが、私たちは歴史的瞬間に立ち会ったことになります。今後は急速に世の中の動きが激しくならざるを得なくなるでしょう。もし BRICS 紙幣の発行が実現された場合、今現在のインチキ経済をぶっ壊すことになり、当然ながら私たちも煽りを受けます。私たちはどのようなマインドセットを行い準備すればよいのでしょうか。ドルが抱えている黒歴史というものを知ることで今後の傾向が予想できるかもしれません。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今世界は本当にあらゆるセクターで揺れ動いていますが、冷静に見ると覇権争いだと言えると思います。それは全体主義と共産主義の戦いであるとも言えるし、アメリカとアメリカのドル覇権によって煮え湯を飲まされてきた国々、キリスト教徒とその他の宗教との何世紀にもわたる争いであったりするため複雑に見えてしまうと思います。BRICS に参加の国同士でもいざこざはあるので、決して一枚岩となっているわけではないのでしょうが、敵の敵は味方という微妙な関係になっているようです。そのような複雑な世界状況の中で絶妙なバランスをとっているのがインドかもしれませんが、不甲斐ないのは我が国日本です。かつて先人たちはアメリカや西洋諸国の長年にわたる植民地政策に異論を唱えて大東亜共栄圏を発表し、戦争に突入していったことで数百年にわたる植民地時代が終わるきっかけになったわけです。ところが現代においてはアメリカをはじめとする西側諸国による経済力を使った新たな植民地政策が存在していて、そこに異を唱えて立ち上がったのが BRICS 経済圏であり、そこには日本の存在はありません。今ペトロダラーシステムの崩壊が始まったと言っても過言ではない状況となりましたが、このシステムやアメリカが行ってきたとんでもない政策を振り返っていきながら、今後私たち庶民に降りかかるとばっちりについてイメージしていこうと思います。金本位制は今現在の経済システムでは採用されていませんが、今話題になっている BRICS 通貨が金本位制を導入すると言われています。金本位制というのはもともとは1816年にイギリスで始まった制度ですが、現在の世界では撤廃されています。今の金融経済がインチキだと言われるところはここにあって、アメリカの最大の輸出品はドルと言われているように、必要ならば印刷すればいくらでも世界中のものを手に入れることができるという状況にあります。金本位制では紙幣とゴールドは交換できるので安心でしたが、今現在はいくら紙幣による資産を築いてもただの紙くずになるというリスクがあります。だから資産保全のために資産家は知恵を絞っているということになるわけですが、これは税金の取りっぱぐれを防ごうとする国とのいたちごっこであるということもできます。もし噂通りに BRICS 通貨が金本位制でスタートしたら、大変魅力ある通貨になると思います。ここでアメリカドルによる金本位制について細かな経緯は省略しながら説明すると、かつての基軸通貨だったポンドは第二次世界大戦後にその覇権を失い、アメリカドルが基軸通貨となっていきます。それは1944年7月に連合国46カ国が米国のニューハンプシャー州ブレトンウッズに集まり、ブレトンウッズ協定が結ばれました。この協定は戦後の復興を促進する新しい国際通貨制度を設計するのを目的にしたものなのですが、アメリカは第二次世界大戦において国内の被害がなかったため、第二次世界大戦後のヨーロッパ復興に優位に働き、強く安定した経済は豊富な資源に支えられ、ポンドに代わる基軸通貨の地位を築いたのでした。ブレトンウッズ協定においてゴールド1オンスが35アメリカドルの交換レートに固定され、ドルを基軸とした金本位制が誕生しました。その後、各国は貿易を行うために金塊を大量に米国に送り、ドル紙幣に変換していき貿易を行っていきました。
米国財務省は世界各国から集まる金塊を複数箇所に分けて安全に保管して莫大なゴールドを保有することになります。金本位制ではいつでもドルとゴールドの交換ができたのでアメリカの信頼度は増すことになります。ところがこれも長いことは続きませんでした。1971年8月15日、ニクソンアメリカ大統領によってニクソンショックという衝撃的な事態が起きたのです。何が起きたかというと、いきなりドルとゴールドの交換停止を発表し、状況は一変しました。歴史的大事件とはこうしていきなり起きるものなのでしょう。各国から集まったゴールドはどうなったのでしょうか。なんとドルとゴールドが10日交換できるということでアメリカに預けたわけですが、いきなりドル紙幣とゴールドの交換はできないと発表があったことでゴールドを没収されたという形になりました。こうなるまでには流れがあって、結果だけ簡単に言えば貿易赤字が続いていたアメリカの状況を見てドルに対する不信感が高まっていました。つまり自分たちが預けたゴールドはちゃんと交換されるのだろうかという疑惑です。銀行でも一旦そうなると預金引き出しに人々が集まり取り付け騒ぎが起こり、銀行は倒産します。つい先日アメリカの中規模銀行が破綻しましたが、取り付け騒ぎからの倒産でした。それは最近中国でも起きましたが、銀行は預金引き出しを停止しましたし、銀行によっては普通預金という名の投資をしていたので戻すお金はありませんというとんでもない詐欺を行って人民が怒り狂っていました。似たようなことを当時のアメリカ政府がしたということになります。世界中の中央銀行は一瞬にしてドル紙幣はゴールドと交換できないただの紙くずになったわけですから、文字通りニクソンショックが起きました。もう少し詳しく話すと、1960年代後半当時のアメリカは膨大な貿易赤字となっていて、アメリカドルの流出が起きていました。当時のアメリカは国内経済問題、上昇するインフレ、ベトナム戦争での多額の出費という三重苦に直面していて、それまで獲得していたアメリカドルの安定性、つまりゴールド1オンスあたり35ドルの固定レートを保つことができるのかどうか疑う国が多くなってきたというわけです。先ほど言ったように、こうなると世界中の中央銀行はアメリカドルをゴールドへと引き換え始め、貿易赤字によるドル紙幣とゴールドの流出が続くことになります。こうして約30年にわたって守られてきたブレトンウッズ協定が破綻することになりました。その後のアメリカドルの紆余曲折はまだまだ続くのですが、一言で言えばアメリカドル覇権を維持するためにひどいことをして覇権国家としての地位を守ってきたのです。その辺のことは前の動画でも触れましたが、基軸通貨としてのドルがあるために自由に貿易を行えない、アメリカの意にそぐわないことをしたら経済制裁を受けるなど、散々横暴なことをアメリカはしてきていますから、アメリカに対しては怒りにも似た感情を持った国がかなり多いことになります。アメリカがテロ攻撃の標的になっている理由は、宗教的弾圧であったり経済的弾圧によることもあれば、イラク戦争などに代表されるように武力による弾圧もあったわけですから、問題はかなり根深いものとなります。そして今ブリックスという反アメリカと言ってもいい経済圏が動き出しています。明らかに脱アメリカドルを表明しており、それらの国々は農作物の輸出国でもあり、石油産出国、鉱物資源国であることが特徴です。歴史的に見ても基軸通貨の地位が揺らぐ時というのは不信感から始まると思います。今アメリカドルに対する信頼は鉄板であるかのように多くのメディアや専門家も言っていますが、本当にそうなのかは自分で冷静に判断するしかありません。経済の話は様々な要因によっていかようにも変化しますから、今後の展開を予想することは難しいとは思いますが、アメリカが覇権国家の地位を維持するために行ってきたことは非道であり許せないことばかりです。今後の展望を考えるときに必要なことは、どんなに栄華を誇った帝国でも滅んでいったというのが歴史的事実です。その中で2600年以上も続いている日本というのは本当にすごいわけで、今一度日本が世界に誇れる精神世界や文化を見直す必要があると思います。ところが現在の日本政府は 100% アメリカに追従しています。それがどんなに恐ろしいことか。アメリカは広島、長崎だけでなく他にも約10カ所ほど原爆を落とそうとしていたことは公文書ではっきりしているのですが、自分たちの利益のためなら人の命など虫けらほどにしか考えていないと見るべきで、だとしたらこれから日本を盾に中国と一戦交えるように工作しているかもしれません。事実、現在行っている日本の軍事力強化は国連憲章の敵国条項に違反している可能性もあり、一連の動きは罠かもしれませんよね。それにしても日本の安全保障を考えた時に心配事はつきませんが、アメリカを除く石油産出国の全てがブリックスに参加表明していると言っていいほどの勢いになっていますから、
また日本はエネルギーによって窮地に追い込まれることになるかもしれません。さらにはことが起きた時には食料安全保障について政府は全く力を入れていませんので、日本人の6割が餓死するというレポートもまんざらではなくなってきます。バカバカしい政策ばかりを目にしていると、まことしやかに言われている日本人絶滅計画って本当にあるのではないかと思ってきてしまいます。多くの国民が経済苦に陥っている時に消費税を 15% に上げることになりそうですが信じられません。 IMF が何と言おうと関係ないし、その IMF には財務省からの人間が出向しているわけですから、国民を舐めすぎだとも思います。これでもまだ目が覚めない日本人が大多数を占めるのでしょうか。いかがだったでしょうか。動画のシナリオを書いていて怒りがこみ上げてきてしまいましたが、それでも私たちは冷静にすべきことをしていかないといけませんね。今後私たちを襲ってくると考えられることはいっぱいありますが、生きるか死ぬかを考えた時には優先順位を高くしなければならないのは食料備蓄と日用品の備蓄につきます。ドルベースの経済システムに陰りが出てきている以上、あらゆるリスクが浮上します。わかりやすいのは値上げと品不足ですから、経済的立場が弱いと自覚している人は優先すべきは食料備蓄です。究極に最強なのは自給自足に近い生活を送ることができる人だと強く思います。財産などなければ経済危機に怯える必要もないし、食べるものは何とかなるという状況を目指すことが得策かもしれません。人によって価値観はいろいろですから、皆さんご自身で考えてみる必要があります。今回取り上げたアメリカによる一方的な金本位制の廃止は当時とんでもない詐欺案件と言ってもいいくらいの事件だったと思います。つまり何が起きてもおかしくないのであり、日本においても厚生年金廃止案が出ていたり、預金封鎖の可能性もないとも言えないわけですよね。とにかくぼーっとしていたら命取られるということを今一度肝に銘じて情報収集し、自ら考える習慣を持つことが大切だと思いました。来月から始まる値上げラッシュは流行り病と同時に起きるかもしれませんので、すべきことを明確にして一つずつ取り組んで生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。